はい、皆さんおはようございます。リジェクトロトジーの時々でございます。本日は、CPT ワールドウォーリアーの第1回大会が終了しまして、結果のご報告と振り返りをしていきたいと思います。まずはね、第1回ということで、ワールドウォーリアーとは何ぞや、ということを話していきます。で、こちらですね、まず5回のポイント大会が行われて、順位に応じたポイントを獲得できますと。で、5大会の合計ポイントが高かったプレイヤーはカプコンカップ出場権獲得となります。で、5大会中成績の良かった3大会の合計ポイントの上位8名はワールドウォーリアー決勝大会に進出し、その優勝者はカプコンカップ出場権獲得となりますと。で、今回ですね、前年度と違うのは2026年に行われるアジア競技大会の選考の対象大会でもあると、されております。こちらね、まだ詳細の方はわからないのですが、一応そういうね、選考の対象大会でもあるということは決まっているようですと。そして、私出てまいりました。今回はですね、なんと2000名を超えるエントリーがあったということでですね、去年1000人も行ってなかったんじゃないかな。700人800人ぐらいで、それでもすごい多いなと思ってたんですが、ここ最近のますますのストリートファイター6の盛り上がりを反映する大会と、なったわけですね。で、こちらですね、私1回戦から、激闘を繰り広げました。1回戦、伊勢海老さん、多分ね、確か2000近い金張りの方だったんですけど、危なかったですね。まあいい動きを、されまして、本当に危なかったんですが、こちらは剣で、行かせていただきました。今回はですね、剣と JP 両方、起用させていただいて、今大会臨みましたと。で、お次の、ジールさん、こちらにも剣ですね。で、ショッカー M さん。ショッカー M さんは僕はベガのイメージがあったんですが、今はね、ブランカを使用されているということでですね、剣で、勝利。で、ラベルさんの剣も同キャラ、寝ることは大事さん。この人はね、多分ランクマとかでも当たったことあるんだよな。ルークの人。で、剣。そして、次ですね、リドルオーダー、アデリー選手。で、こちらは、イクサ、チームイクサとしてね、ストリートファイターリーグでも参加されておりまして、次当たる相手でもありまして、どうしたもんかなと思ったんですが、ここ最近ね、JP を練習しているということで、ここは JP を出させてもらいました。でもこれはね、ちょっと実力差感じたね。向こうの緊張も伝わってきて、それをうまく、つく形で、なんとか1本取れたんだけど、1-1になってからの最終試合はかなり厳しかったですね。向こうがホームということもあって、ちょっと次どうなるかは分からないんですが、ここは、悔しい敗北をしまして、ルーザーズに回る形となりました。で、その次、ノーブル君との、試合も、剣対ルーフとなりまして、いいところでね、SS3 食らったんでどうしようと思ったんだけど、こっちも起き上がりにパナしだったら、当たったんだわ。で、勝ち。で、トップ64。こっからはもうね、見知った顔ばっかりだね。僕はね、プール5だったんですけど、プール28を、ルーザーズで上がってきたジャジー君。これまたね、ケンルークだったんだよね。ケンルークは結構得意みたい。あとね、ジャジー君は、この前、ゼータの対戦会でも、一緒に対戦して、お互いの感じがつかめていたところでございます。で、ここ勝って次の KB マイ。やっぱインパクトなんだよな。インパクトで最後勝ちました。インパクトを画面端の相手にインパクトをガードさせて勝ち。バンバンもね、洗礼を浴びたことだろうよ。そして、トップ30に行った次、キンチョさんのテリーでした。で、テリー相手はね、僕の JP が南アフリカのジャビに、お前の JP テリー戦結構いけてるよっていう風にお褒めいただいたのをいいことに、JP で行かせていただいたんですが、
どうやら、金著さんも、流星とバチバチ対戦して、かなりいい練習ができているということだったみたいです。試合の結果は、2-0 で、金チョールさんに敗北する運びとなりました。なので、私の、今回のワールドウォーリアーは25位でフィニッシュでございます。で、今回、前回のワールドウォリアーとちょっと違うのは25位でもポイントを少しいただけるということです。49位まで、ポイント入るのかな。なので、私25位、ポイントは3ポイントゲットということで、まあないよりはいいんじゃないでしょうか。まだねワールドウォリアーは全、5回ありますので、そちらの方に向けて、引き続き頑張っていきたいと思います。 JP もやるからね、めげずに JP やっていきます。そしてですね、上位入賞したプレイヤーなんですが、まあ今回も終わってみれば納得の顔ぶれでございます。こうちゃんやっぱ調子いいね。ミナーズのまま優勝でしょ。乗ってるね。ストリートファイター6でも乗っている剛腕、誰が止めるのか。そして立川もかなりいい成績を残しますね、最近安定して。であとなんですが、若手悟か、あとキングスベがね、ここね最近よく一緒に練習してもらってるんですが、すごい強くなってると思います。国内のブランカでかなり最強に近いんじゃないかなと思うぐらい上位に来ていると思います。であとはやり込みの男柳井、やっぱ責任感がね人を作るのではないかと、いぶし銀のリーダーとしてねやっている。はい谷はお見事だね。最近すごい気合を入れて練習をしている。そして、小林、安定でしょう。でドグラは一緒に頑張ろう。てか俺が頑張るわ、ドグラに追いつけるように。そんな感じでございます。そして次回のワールドウォーリアーなんですが、次回は10月5日となります。またね1ヶ月後、その間に、めきめきと上達して次を迎えたいと思います。そして、火曜日ですね、もう間もなくなんですが、我々はストリートファイターリーグチームイクサ、僕は負けたねアデリ君のチームが向こうがホームで待ち受けてるので乗り込むことになります。でさらに、今週末はアルティメットファイティングアリーナオフランスはパリにて、CPT の大会がありますので、そちらの方も、やっていくということで盛りだくさんでございますが、なんとかね乗り切っていきたいと思います。それでは本日はこの辺で、また。